ではですね、続いてベースラインの4ビットについて説明をしていきたいと思います。4ビットっていうのは基本的な四分音符が中心になります。1小節で4つ、音が、鳴るということなんですが、細かいリズムになるので、比較的、テンポ的にはですね、安定するかなっていう感じですね。逆に4つを演奏することに焦ってしまって、テンポが速くなりすぎたりとかする、それが注意する、ポイントですね。で、音の使い方なんですけれども、2ビートの場合は1度と5度が、基本になると、言いましたけれども、4ビートの場合は基本的に1拍目3拍目っていうのは強拍っていうんですけれども、この強拍の部分っていうのはコードトーンを演奏するっていうのが基本ではあります。で、その前の、その前後ですね、2拍目4拍目っていうのは強拍に向かうためのつながりを、持つということ、なだらかに持っていくということ、これが重要ですね。隣り合った、音とかですね、近いところにどうやって向かっていくのか、ウォーキングベースとかね、ベースラインとかっていうのはループパフォーマンスに至ってはどちらかというと、なだらかなベースラインを、作るという方が、演奏的には安定するかなと思いますね。ではですね、まず、4ビートのですね、ベースラインの形ちょっと紹介をしていきたいと思います。はい、このような形。今はコードに対して、135半音下がってのD マイナー175半音下がっての G に向かう1と3は1と、今123拍目はコードトーンっていうことが結構多いですよね。こういうアプローチの仕方がまず一つありますね。で、先ほどですね、2ビートの方でも言いましたけれども、この四分音符だけだと、なんていうかな、ちょっとリズムにそのアクセントがつかないと、もしくはちょっとスイング感を出したいなっていった時に、みたいにですね、四分音符を、8分音符2つ、スイングした状態の8分音符2つに割ったりすることによってスイング感を強調するという、ベースラインもありますね。で、先ほど言ったなだらかなベースラインっていう面に関して言えば、こういうやり方もあります。隣り合った音に2拍目に行って近いところですね、コードトーンじゃなくてなだらかなライン、一番例えば a マイナーのところでラドミってちょっと音が飛んでるんじゃなくてラシドミレとか、こういうような隣り合ったなだらかなラインを作ると、今みたいにハーモニー的にはね、ラドミって弾いてしまうとかなりそのハーモニーの強さっていうのは出るんですけども、ラシドミっていうと隣り合ったところになだらかに移動していくというような、そういうその音のつながりが出てきますので、これをうまくですね、ミックスして演奏できるようになるととてもいいかなと思いますね。はい、足元の、ループエフェクターを実際使ってですね、ベースライン4ビート演奏していきたいと思います。1、2、3、4。
ねましたね。まず4ビットで演奏してるので、これね。ということで、今回は、ベースラインの4ビットを説明しましたけれども、基本的なベースラインの作り方っていうのは2ビットと変わらないんですけれども、音が細かくなった分ちょっとリズミックになるというところと、4つ音を置くってなった時の音の置き方ですね。隣り合ったところになだらかにいく時とコード飛んでちょっと音を飛ぶ時と、そういうのをミックスさせるっていうことが大事になりますよね。さらに8分音符の裏のリズムをちょっと入れることによってスイング感を演出するというようなことがまず、メインの課題になりました。やれることの大半をこのベースラインをまず作るっていうことが大事になりますので、この後ハーモニーねチョップやっていきますけれども、何回かも、ループエフェクターにね慣れながら、練習をしていただければと思います。